皆さんこんにちは、斉藤正光です。今日は丸ノコの刃の数について情報を共有していきたいと思います。皆さんは適切な刃の数というのをご存知ですか？今回は私の持っているテーブル層の刃を見ながら説明していきたいと思います。もちろん丸ノコでも同様のことが言えますので参考にしてみてください。私が木工を始めた頃、間違った認識を持っていました。刃の数が多い方がきれいに切れるから、刃数は多ければ多いほど良いという認識でした。これは後半が間違っています。確かに刃数が多い方が切断面はきれいに仕上がる傾向にあります。ただし何事も適材適所、刃数が少ない丸ノコの方が適している切断もあります。使い分ける指針はこうです。リップカット、つまり縦引きですと刃数を少なく24丁から30丁ぐらい、クロスカット横引きですと刃数を多く60丁から90丁ぐらいでしょう。プライウッド合板はより刃数を多くそれ以上設けてもいいと思います。ただ刃数を聞いただけではどういう意味や効果があるのかわからないと思うので、刃を見ながらその違いを見ていただきます。こちらがリップカットブレードとクロスカットブレードになります。それぞれの刃数は24丁と60丁です。この2つを見比べてわかることは、まずこの刃の大きさ、この切れる実際に切るところですね。この刃の大きさが随分と違うことが分かります。ちょっと拡大してみましょう。まずこの2つを見比べて分かることは、この刃のカーバイド部分の大きさが少し違うということが分かると思います。そしてこの刃先の角度ですね。ここが進行方向に対して少し違っているのが見て取れるかなと思います。リップカットブレードの刃はこちらの方向に少し寝ていますね。一方クロスカットブレードは比較的このリップカットのものに比べて少し立っているのがわかると思います。これは木の繊維方向に対して沿うようにカットするリップカットと、木の繊維を断ち切るように切るクロスカットする、この違いによるものです。分かりにくいと思いますので、のみを例にとって見てみましょう。ちょっと極端なやり方で説明してみたいと思います。テーブル層上下反転して考えていただくと、リップカットブレードというのはこういうふうに、上下反転なので進むとして、比較的先ほど刃が寝ていると説明しました。こういうことですね。で一方比較の話ですが、クロスカットブレードというのは比較的刃が立っているということになります。一度この2つの角度の違いをつけてカットしてみましょう。かなり極端に説明するので実際にこんなに違うわけではないですが、ちょっと一度極端に考えてみましょう。リップカットは寝かせているので、ちょっと角を切ってみましょうね。こういうことですね。寝かせて木をこう削るように切れるわけです。削るようにというよりはこう剥くような感じのイメージですかね。ザクザクと非常に大きな仕事をすることができます。じゃあクロスカットブレードをイメージした場合は、刃がこう先ほど寝かせていたんですが比較的立っているということになりますので、この角をこういうふうに切り取っていくわけですね。狙った寸法に少しずつ合うようにこう削っていくと、そうなった時にやはり大きい木くずっていうのは出ませんね。そして削れる量、一度で削れる量というのも少ないです。ちょっとこれ比較なので、極端なやり方でやってますが、原理的にはこういうことが起きています。正確に切りたい場合は、比較としてこういうふうに刃を立てたように切った方が良いという場合もあるということになります。ということで、なんとなくリップカット、縦引きとクロスカット、横引きの違いをお分かりいただけたのではないでしょうか。クロスカットとリップカット、それぞれに適した刃数を選ぶようにしてくださいね。ではクロスカットブレードをリップカットに使ったらどうなるのか、逆はどうか。これは絶対にダメということではありませんし、実際に使うことは可能です。ただ切断面をきれいに保つにはやはり適切な刃数を選んだ方がいい結果が得られます。試しにクロスカットで比較してみましょう。ではリップカットブレードでクロスカットしてみましょう。クロスカットブレードでクロスカットしても当たり前の結果ですし、クロスカットブレードでリップカットしても多分何も伝わらないので、
一番悪い条件になるであろうリップカットブレードでクロスカットしてみたいと思います。どういうことが起きるか見てみましょう。想像していたよりも綺麗に切れましたね。こちらが刃の上側なので、刃がこう中に入っていく形なので、そこまで、ハードな条件じゃないです。ただ見てみると微妙に見えますかね、微妙にこう欠けてるところはありますが、思ったより毛羽立ちもないです。ただこちら側、裏側ってなるとやはりこのように多少毛羽立ちもありますし、これは外に刃が出ていく方向なので、やっぱりクロスカットには適してないのかなというふうに思いますね。なので絶対ダメっていうわけじゃないです。ただやっぱり切っててもちょっとなんか感じとして怖いですね。ちょっと気になるんで、最初やらないって言ってましたけど、クロスカットブレードでやってみましょうか。はい、カットできました。このように、やっぱ綺麗に切れてますねっていうのが一つと、こちら上側なんで、後ろ側見てみると若干やっぱり毛羽立ちは少ないですね。で、裏側見てみると、ほぼ毛羽立ちなしということで、やっぱりクロスカットにはクロスカットブレードがよろしいかなと思います。断面比較してみると、これはもう明らかですね。右側が最初に切ったリップカットブレードでクロスカットしたもの、こちら側左側はクロスカットブレードでクロスカットしたもの、やっぱり適材適所といいますか、クロスカットはクロスカットブレードの方が圧倒的に断面は綺麗になります。ただこのようにどちらで切った方がいいか分かっていながらも、なかなかブレードを交換するのもめんどくさいよという方は、コンビネーションブレードというのがあります。クロスカットにもリップカットにも使えるものがありますので、こういうのを選んでみてはいかがでしょうか。このリップカットの時に必要な大きな空間もありますし、刃数もそこそこ多いです。今回私が持っているものを見ると、私が持っているものは刃数でいうと50丁50ティースぐらいになっていますね。こういうものを使ってみるといいかもしれません。ただ私はこれを持っていながら使っているかと聞かれたら正直使っていません。理由はいろいろありますが、一番の理由はリップカットするときはリップカットブレードが圧倒的に仕事が早いからです。手で押す時の力もものすごく軽くなりますし、安全面でも有利です。クロスカットブレードでリップカットすると当たる刃の数が増えてしまって抵抗も増えます。つまり木を押し返そう浮き上がろうとする力も増えて、キックバックにも関係してきますので、縦引きリップカットするときはほぼ必ずリップカットブレードに付け替えています。ここまでの話は丸ノコ、こういったスライド丸ノコから、手で持つタイプのサーキュラーソータイプの丸ノコまで同じことが言えます。で、実際刃が純正でいくつがついてるかというと、こいつは刃数が52丁52ティースです。で、一方でスライド丸ノコに純正でついているものは、これ波形同じの 165mm なんですが、こちら60丁がついています。ということでこっちはクロスカット専用なので、刃数が若干多めということになります。なので、そういうところも、もしリップカットをたくさんするだけにこのサーキュラーソーを使うという丸ノコを使うという方は刃数を減らしてもいいかもしれませんね。おそらくこの一般的な DIY 用の丸ノコは縦にも横にも切れるような刃数を選んであると思われます。そして今日の話の大前提は、あくまでもきっちり切れる刃での話です。切れなくなってしまった刃を使い続けるのは刃数にかかわらず仕上がりも悪くなりますし危険ですので、できるだけ切れる刃を使ってください。皆さん丸ノコの刃を研ぎに出したことあるでしょうか。一度試してみてください。再研磨してもらうと新品の時よりも切れる刃になって帰ってきますよ。私がいつも研ぎに出している研磨屋さんを概要欄のリンクに貼っておきます。
身近な場所に研磨屋さんがなければ利用してみてください。いかがだったでしょうか。綺麗な仕上がり、安全な作業のために端数選びの参考になれば幸いです。今日の動画少しでも役に立ったと思っていただけた方はいいね、それからチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最近メンバーシップを始めました。このチャンネルをサポートしていただくことに興味を持っていただけましたら、概要欄のリンクからこのチャンネルの目標、ゴールを聞いていただくだけでも嬉しく思います。今のペースですと毎週金曜日の夕方18時に動画を1本上げていますので、通知をつけて逃さずに見ていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。